どうも、単独歩行者です。パニガーレを購入してから1万数千キロ走りましたが、未だにハンドルの左にある無数のボタンが使いこなせてないです。最近のバイクは電子制御満載で操作を覚えるのも一苦労ですが、本日は各ライディングモードを変更してみて、各モードのフィーリングをお伝えできればと思います。とはいえ、私自身はバイク初心者ですので、参考程度に聞いていただければ幸いです。まず、ライディングモードとは何なのかという話ですが、最近のバイクにはアンチロックブレーキシステムやトラクションコントロールシステムなどの電子制御装置で乗車をアシストするものがあり、その電子制御の介入レベルをモードごとに変更できるのがライディングモードです。電子制御の介入レベルは個別に変更も可能ですが、各シーンに合わせてあらかじめメーカーが設定してくれているフォンモードがありますので、今回はそちらを変更して走っていきます。モードの切り替えは左ハンドルについているモードボタンを長押し後、上下ボタンでモードを選択することで変更が可能です。走行中でもライディングモードの変更は可能ですが、マニュアルでは停止中の変更が推奨されています。2018年式のパニガーレはストリート、スポーツ、レースの3つのモードがあります。それではまずはストリートモードから試してみたいと思います。ストリートモードですが、私が普段設定しているスポーツモードと大きく設定は変わりません。パワーモードはミディアムで、アンチロックブレーキシステムとトラクションコントロールシステムのほか、フリーコントロールの精度が一番強いモードとなります。パワーモードについて、現行モデルでは出力制限もあるようですが、2018年式ではマニュアルを見る限り出力制限はないようです。つまり、どのライディングモードでも最大出力を発揮できるようです。ではなぜ私がスポーツモードを設定しているのかですが、購入後間もない頃、各モードを切り替えて試していたのですが、ストリートモードだけエンジンブレーキのかかり方がきついように感じたからです。本当に私の感覚は頼りになりませんが、数値だけを見ているとストリートモードを設定するのが公道では使いやすいかもしれません。続いてはスポーツモードです。スポーツモードは私がいつも設定しているモードで、先ほどのストリートモードに比べると各電子制御への介入が1段階弱くなっています。とはいえ、通常走行では不安を感じることもないので、この程度の使い方であればスポーツモードを設定していても問題ないと思います。パワーモードはストリートモードと同様のミディアムなので、スロットルレスポンスはそこまで過敏ではなく、ある程度雑なアクセル操作でもリリースすることはありません。一度だけ軽くフロントタイヤが浮いたことがありますが、かなり無茶苦茶な操作だったと思うので、よっぽど極端なことをしない限りはスポーツモードでも安心して乗れると思います。しかし公道走行の場合は特別な事情でもない限りはストリートモードでもパニガーレを十分堪能できるように思います。あくまでも2018年式の話なので、最新のパニガーレを購入検討されている人はディーラーに確認してみてください。それでは最後はレースモードです。レースモードはパワーモードがハイで、各電子制御は先の2モードよりさらに弱くなり、ギアの ABS が効かなくなります。ディスプレイには ABS フロントオン E の文字が表示され、ラインが赤に変わります。また回転径はそれ以下は使わないというだけに、5000回転までが小さく表示されるようになります。ディスプレイから見てもやる気満々な気配ですが、振動も若干大きくなる気がします。スロットルレスポンスはかなり過敏になり、少しアクセルを上げただけで吹っ飛んでいきそうです。興奮と万能感がすごいですが、同時にかなりの恐怖を感じます。私はこのモードが怖いので、今まで設定をしたことがほとんどありませんが、全く慣れませんね。1.1
事後はとある理由でありそうなので過去に行けます。モード変更でここまで性格が違うのかと思うほど一変するので、ぜひ一度体感してみてほしいですが、過剰なまでのレスポンスと凶暴な加速なので事故のない容器をつけていただければと思います。怖いのでそろそろスポーツモードに戻します。と、本日はこんな感じでライディングモードについて実際に変更しつつ説明してみました。随分簡単な説明になってしまいましたが、詳しい仕様などご存知の人がいればコメントください。また、動画が良かったよと思った人は、ぜひ、いいねボタンを押してください。ディスプレイ切ったね、洗車しろよと思った人は、バッと言っちゃってください。また動画も上げますので、チャンネル登録していただけると嬉しいです。X や Instagram もやっていますので、そちらのフォローもお願いします。では、また次の動画で。